う中に入り込んじゃう粒とショットベリーって言われるちっちゃい粒をどんどん適量二股ボンボンにしてみる。はい、それでは今日はこれです。シャリンマスカット、ちょっと予備適流というか適流をしていきます。っていうのも今日前回ジベレリンをやったのが5月20日過ぎ、そして今日が6月の2日なので、もうそろそろ2回目のジベレリンになるんですけども、これ粒がつきすぎているので、もうこの中にあるこういう中に入り込んじゃう粒とショットベリーって言われるちっちゃい粒をどんどん適流していこうかなと思って、こういうのとか中で潰れちゃう粒なんで、こういうのをどんどん落として、あとはだからこう中に入ってる粒、こういうのを落としていかなきゃいけない。これもこうか、これでもこうだからこいつは出てくる可能性があるから、こいつを通す。あ、こいつもいらねえな、これもいらねえな。下向いてるやつとか上向いてるやつとか、こういうやつをどんどんある程度落としてって、また本適流するんですけど、僕まだ経験が浅いんで、これは出そうな気がする。あくまでも予備ということで、中に入ってるやつはもう絶対ダメなんで、真ん中のこういう粒をこうやって考えるとすげえ決まっとれんだよ。で育ちが悪いこういう、これは全部落としちゃう。でこんな感じでまあもっと本当は落としてもいいんだよな。これがね辛いのがね、50過ぎてきて老眼になってきてね、目が辛いですね。これもいらない。これもほら、これも落としちゃう。こうやって落としてって、まあこれでもう一回やります。こんぐらいになれば。あ、これもいらねえな。こうやってさ、何時でこういうのもあるんだよね。こういうの、これはこう見ていくとこっちの先っぽの方が膨らみが悪いから、これはもうしょうがないんで、ここいらで作ろうと思って、ここいらからここいらまばらでポロポロしてんので、ここいらでもう切っちゃう。でこれで作っていく。これもショットベリーってね、こうやってある程度こんぐらいの大きさが普通だとしたら、こういうちっちゃい粒、こういうのはもう無条件でどんどん落としていくとだいぶすっきりしてくる。あ、ここにもある。ここにもこういう未熟な中の方で未熟になっているこういう粒を落としていっちゃって、これもすっきりで、本適流はまたやります。これもこの中で言うとこれなんかちょっと小さいからさ、こういうのはさ早めに落としてやればこっちがでかくなっていくから、これも中の方だから粒は大きいけど、これをこまめに続けていくしかない。でだ、まだある。ちょっとこっち来て、二股があるから、あれこれほら、これ二股、これ本来だったらどっちかにすればいいんだろうけど、これはちょっと面白いのでせっかくだからボンボンにしてみる。二股ぶどうにしてみる。ここいらを落としちゃって、これも落としちゃうか。こんなぶどう、二股ぶどう、他にもまだ二股あるよ。これ
これも普通に作るんだったらこういってこいつを落としちゃうんだろうけど、今回は二股のボンボンにしてみる。よし、はい、できた。これで二股のぶどうにする。でこれをまあもうちょっと大きくなったら適量して、こうさくらんぼみたいな、金玉って言っちゃいけないのか、さくらんぼみたいな感じにしていきます。ここにもあった。これはじゃあ普通に作ってみようか。これはこっちがいいのか。こっちのやつがちょっと小さめだから、こっからこう切って、でこれで作っていく。もうちょっといじってる時間があまりないから、中の方の実だけとりあえず予備でで、あとここいらでかい房、すごいよこれ。適量大変だよ。潰れそうなやつだけ将来的に適量していきますが、こんなでかい房で、こいつはねちょっときっちり適量します。っていうのも去年伸びた枝から出ているやつなんで、これは一昨年もう太くなっていくからある程度パワーはついてるけど、これこんな細いところからついてるブドウだから、やっぱりでもさ、ここいらが未熟だよね。こっちで育てるかこっちで育てるか。ここで切る。で上をこんないらないから、これみんな切ったら下にねでみんな落としてってね、最後は集めてあれするんだろうけど、僕これ貯めとく。ヤギの餌。これでこうショットベリー、こういうやつを落として作っていく。これそれこそこれサボテンのハサミ、この間も紹介したけど、だいたいこんな感じでこうやってやると10センチ、だいたい10センチぐらい、この大きさで。これなんかやばいよ。ほらほら、もう全然。ただ面白いんでね、ちょっとこれでやっていこうとは思うんですが、これこう見て、こう中の方でこうなっちゃってるやつはもうダメだから、もうねみんなプロはこの時点で結構パランパランにして、将来の房の出来がある程度経験の中で頭に入ってるんで、もうこの時点であれするんでしょうけど、僕はまだ経験が鈍いんで、ちょうどいい感じで花ぶるいして、ここなんかね結構花ぶるいして、下の方ここいらですっげえ花ぶるいして、下の方がまだ残ってくれたんでいい房になりそうな気がする。あ、ここにも、これもこの房はどうしようか。こっちを取る。こっちを取る。これを取る。やっぱ二股出てくるからね。もっと初期で二股落としてもいいんだけど、僕これぐらいまで待ってから。でここいらのでかい房大丈夫かね、どうなのかね。ほら、あ、これ未熟な房。これもボンボン型、さくらんぼ型、金玉型にしようと思う。こんな感じですかね。しかも明日からあれです、台風です。これ概要欄で紹介しとくんで買ってもらえると嬉しいです。 Amazon のアフィリエイト、
6ヶ月の間に3個なんか注文を取らないとダメになっちゃうらしいんで、今2件来てるんで、あと1件で目標達成。一番でかいやつこれか。もうそろそろあれだ。これでかいね。これも下手したらうちのジベレリンのつけ置きするやつに入んないね。これはもうここ未熟だから落としちゃう。もう分からん、どうなるか分からん。こんだけ変な感じだと花震いしたんだろうね。こう撮影しながらだとこれはやりがいがあるぜ。あ、ほらこれもこっちの方がココイラが全然いってないから、もうココイラの枝弱いな。こういっちゃうか。これで作っていく。それで大体大きさが均等で、このちっちゃいところをどんどん落としていけばちょうどいいぐらいになるんじゃないかな。こういうやつ、これ面白いのよ。面白いんだけど、時間があれば面白い、ずっといじってられるんだけど、もうちょっとメロンもあるしスイカもあるから、もう時間がある時はずっといじってたい、そんな感じですね。はい、こんな感じで適流、予備適流、次もうちょっと台風が行っちゃってから2回目のジベレリンをつけて、もうちょっと分かりやすくなったら本適流きっちりと房のになるように本適流やっていこうと思います。はい、それでは台風前にちょっと予備適流してみました。そんな動画でした。雨が降ってきた。台風の雨が降ってきた。用心しましょう皆さん。以上です。